ーマンの大事にしてきた何の真似でもないものみたいな。これすごいんですよ。これね、全部手刺繍なんです。2年半とかかけてこなせなくなってる自分がいるから娘になるほ譲ろうかど。なと思って。3代すごい。おじいちゃんも喜ぶ。はい、こんにちは、シュトレイです。今回はですね、久しぶりの珠玉の5選ということで、ずっとこう聞いてみたかったロンハーマンの根岸さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にロンハーマンをお伺いさせてもらったのっていつだっけ？去年の今頃くらい。そうだ、早くない？時間経つの。今回珠玉なんですけども、実は5選じゃなかったんだよね。もうね、この奥にはめちゃめちゃトランクいっぱい宝物が詰め込まれていまして、厳選に厳選を重ねた結果のこの5選なんですけれども、まずどこからいきますか？どうしましょう。まあとりあえずここかな。はいはい。これは、何になるんでしょうか？アニア・ハインドマーチとバブアーのコラボです。コラボ。ちなみにこれはロン・ハーマンが、今年の8月29で丸16年経つんですけど、16年早い。16年前のオープンの時にお店に並べた初めてロン・ハーマンで買い付けしたシーズンのアニアの。アニア・ハインドマーチでバッグの、ブランドなんですけど、このリボンのイメージですよね。で時折こういう本当に洋服のコラボレーションを昔からやっていて、めちゃくちゃ彼女のなんていうのかな、人をワクワクさせるところとクラフトマンシップのその片鱗が見えるような、これ見てください。リップスティックですか？リップ入れ、コイン。そう、コイン。こっちはお金。ここに何入れてねみたいな、こういうディティールってずっと昔からで。なるほど。そうなんです。これもそれを踏襲しているっていう。そう、踏襲していて、でなおかつまた英国のブランドなんで、アニアとこのバブアっていうのが英国同士のたまらない個人的にはポイントで、実はこれファーついてるんですよ。こことここにファーついて。なるほど。なんとなく私はファーつけないで着てたんで取ってきちゃったんですけど、ここにつけようと思えばつけられると。つけられる。またでもね、このキュンとさせるこの感じ、この写真とか、あとなんかやっぱりこのイギリスだけにチックねみたいな。そう、ちゃんとこういう裏が本当に袖裏がね、1号店オープンさせる時のバイングってすごい覚えてて、今でも。もともとカリフォルニアでできてるんで。海だったり空気感みたいなものでいうとカリフォルニアカジュアルっていう言葉が一番伝えやすかったんですけど、でも実はセレクトはカリフォルニアとかアメリカだけに寄っていなくて、世界中の本当に何て言うんでしょう、そこにしかないようなものとか心震わせるようなものがいっぱいあるような、宝箱みたいなお店にしたいなと思っていて。確かにラグジュアリーも入ってますもんね。入ってます。でそこと LA の本当に片隅で一人でもう何かこう作ってるようなアーティストさんの服が混じってたり、だからすごいそのミックスの感じっていうのがやりたかったこと、カリフォルニアっぽくは全くないんですけど、そう実はロン・ハーマンの大事にしてきたそこにしかないものとか、他の何の真似でもないものみたいな、大事、そういうの大事。袖を通しちゃうと袖が細いんですけど、肩幅が確かに2008な感じ。そうなんです。でもなんかこのなんかこれぐらいだったら肩掛けくらいちょうどいい感じがする。この感じだったら、なんかまたこの数シーズンとかこの秋冬もこの感じは気分なんで。でも実はこれ着て釣りとかも行ったりしてて。へえ、ガチや。これでも釣り用じゃないんですけど、釣りに行く服なくってこれしかないと思って、結構ねハードには使ってきたんですけど、でもちゃんとケアして。へえ、素晴らしい。はい、じゃあ次はなんですけども、根岸さんって私のイメージね、根岸さんといえばデニムのイメージがあるんですけども、また太陽のこれをこう5選のうちの一つというかはちょっとさておいてデニムこれはどんなお話があるんですか？全部リーバイスのヴィンテージの701。701なんだ。ちなみに701はどういう、なぜ701とかってあるんですか？701はリーバイスが女性のために出した初めてのモデル。もともと実家が栃木県なんですけど、私が学生時代って本当にかっこいい古着屋さんがヴィンテージショップがめちゃくちゃいっぱい栃木あったんですね。あったんですよね。そこで当時憧れてたお姉さんがめちゃくちゃかっこよくリーバイスが履いてて、いつか欲しいと思って高校生になってアルバイトして初めて買ったのが701。この中のどこにあるの？これです。
で、501が本当は良かったんですよ。良かったんだけど、でも自分にはこのシルエットが似合うって思い、いや似合ってるからそれがいいよっていう接客を受けて買ったんです。へえ、かっこいい。後ろも、701はどちらかというとお尻がふわっとなっててウエストがキュッと細くなってるって感じですかね。ハイウエストで本当にお尻の丸み、ウエストが細くてお尻に丸みがあってっていう分かりやすく本当に女性を包み込むようなシルエットで、ちょうど米木さんが着るのも701。これも701です。シルエット的にはで、年代とやっぱりサイズによってシルエットが違って、そうなんだ。そうちょっと少し緩めに701を履いてるんですけど、ここがメンズの場合もうちょっとこう広くてもうちょっとストンってなってる、これが多分キュッと細まってるから、ここが短くなってるっていう。これが一番古いんですけど30年代から。30年代で、このバックルバッグがついててドーナツボタンなんですけど、古いものをコレクターしたいっていうよりはシルエットと色合いが違うものを履きたくて、濃ゆいものとかちょうどいいやとか。これも701なんですけど、かわいい。短くてちょうどね膝下ぐらいで、今ね気分でなんかここ数シーズンこれもでも8年前ぐらいに買って、じゃあこれ切っちゃったんだな誰かがっていう。そうだね。何本くらい持ってるの？まだこれね氷山の一角ですよ。家に持ってあるらしいです。どれぐらいだろう。20はないです。ヴィンテージは現行のもの入れると20ちょっとあるかな。すげえ、約1ヶ月いけるよ。土日挟まないと。はい、そして次はですね、サマードレスかな。ちょっとクラシカルな感じ。レトロな。これはですね、私のもう今はお空にいる祖父が縫ってくれたもので、一緒に住んでいた祖父がテーラーだったんですよ。なので職人さんだったんだ。職人さんだったんです。夏になると、小学生になった頃から夏になると1枚だけ母親と私に夏のドレスを縫ってくれたんですよ。でその当時絵が描けるようになって、私はこういうドレス作ってほしいって、もう自分で絵描いて布を選んで作ってもらったんですけど、母親が着てた。お母さんのサマードレスだったんだ。80年代かなこれは。へえ、話。あとそのテーラード出身のおじいちゃまからの仕上がりっていうのがすごく納得がいく感じでした。20代の頃とかは普通にこれ着てて、2000年代アバクロがあるからニューヨークに持ってった洋服で並べて多分自分で写るんですって写真撮った懐かしい。しかもちゃんと色合わせもいろいろ考えて持ってってんだ。そう、これにマノロを合わせて初めてのニューヨークを楽しんだっていう。実は今日持ってくる前に着てみて、ちょっとこなせなくなってる自分がいるから娘に譲ろうかなと思って。3代すごい。おじいちゃんも喜ぶ。なんだか根岸さんの歴史を紐解いているようで聞いてて面白いです。では次はこの生地シリーズなんですけど、こちらは何でしょう。すごいんです。全刺繍だこれ。これすごいんですよ。全刺繍でプリントじゃなくて表と裏が、裏もね綺麗に仕上がって。なんで？これインドのカシミールルームというブランドのものなんですけど、これすごいんですよ。これ持ってる中で一番すごい。これね全部手刺繍なんです。一人のスペシャルな職人さんが2年半とかかけて、端っこにあるのがそのアーティストさんのマークなんですけど、ちょっと一人ずつ違うんだ。作品で違うんですけど、アートですよ。そうなんです本当に。でなんかこれは実は一番最初に買い付けたのは十数年前なんですけれども、本当にまさに一品というか、デニムに本当にその時の気分の白い T シャツに好きなジュエリーして一枚なんかこれをこうさらっと。ラグジュアリーっていうラグジュアリーのが素敵だなと思って、でこういうもうちょっと本当にやり込んじゃったものから、もうちょっとこれもでもすごいんですけどライトな、これがライトに見えてしまうのがちょっと私目が超えすぎてるんだと思うんですけど、これを言っちゃうともうちょっと少ないものもあるんです。端だけのものとかもあるんですけど、実は逗子店が7月の後半で10周年で久しぶりに買い付けてきまして、
これ近くで見てほしい。それ言ったらなんですけど、買っていただかなくてもいいので見てほしいものっていうか、買っていただくうちの子見てみてキャンペーンみたいな感じですよそうなんね。です。ちなみにこれ値段帯の幅どれくらいなんですか？端の刺繍とかだと、確か8万円前後とかから、上は100万円。これとかね、はい、職人技をかけて2年とかかけるものは、まあそりゃそうだな、むしろ安いんじゃないかなって。遠くから見てもいいもの持ってる感じがします。はい、じゃあ次は、はい、このリングです。ホーセンブースという LA のブランドの。ちょっと待って、ホーセンブースでこんだけダイヤ入れますっていう。そして非常にボリュームがね、横から見た時の強めの、強いですね。持ってる中でも一番強めのリングかな。こうバイヤーで2009年に、バイヤーで入って、でそこからディレクターにステップアップして経営にかかることとか、ちょっとこうやっぱ次のチャレンジに向かっていくっていう時に自分のステップが上がったってことですね。マインドとしてはなんか多分力が欲しかったんですよ。すごい強くいたかった。その先の自分を支えてくれる何かが欲しいって思ってた時に、これに一目惚れして、まあまあなあれだったんですけど、まあまあですよ。だから自分のお守りリングになったんですけど、3年ぐらいしてなくしたんです。これちょっと待って、どっか行っちゃった。酔っ払ってちょっとさらっと置いたみたいな、そういう感じですか？全く覚えてなくて、忘れられないからもう一回買ったんです。買ったんです。そしたらその7年後にデスクの下から当時のものが出てきたんです。7年ぶりに再会して2つになった。そうだね。こうなっちゃったっていう。すげえ、なんかちょっとネギさんラッパーみたいになってますけど大丈夫ですか？ふわっとした洋服に強さが欲しい時とかにはもうなんか2つしたりしてますね。今日のやつもそう？そう、ウォレットとかキーチェーンで、なんかロンハーマンのシグネチャーっぽいようなブランドのイメージの一つです。でもそうですね。うちに欠かせない、自分にも欠かせないホーセンブースが、なんと横につい最近ショップインショップをオープンして、すごいんです。なんかすごい世界観が広がって、実は奥にすごい。見て、ここもなんかいろいろありますよ。サングラスとか本当にあそこにはアーティストさんのスケボーがあったり、あとお洋服ちょっと作ってたり、ここでゆっくり本当に見ていただいて、ホーセンブースってシルバーもゴールドも両方あるんですけど、ここの地下は全部ゴールド。これはホワイトゴールドで。あ、そうなんだ。もちろんシルバーも取り扱ってるんですけど、1階のジュエリーコーナーにあって、こんなに見られるのは多分ないと思う。あ、お仲間が、そうなんです。お仲間がいますね。いました。強い。はい。この珠玉の5選、なんか珠玉の5選を通して根岸さん自身とロンハーマンがより深く学べた気がします。私だったら何が今気になってるかって言いますと、やっぱりこれちょっとそうです、言い話しすぎるっていうのもあるけれども、あとなんか自分誕生日近いにちょっともともと欲しいなって思ってたものは、一番強いものはこんなとこにあるとおってなるかなっていう。はい、そして私はホーセンブースなんですけど、皆さんどの、エピソードが気になったでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。